こんにちは、メイです。今回は 4×4 マスのお部屋を7つ作って、すべてくっつけて1つの家を作っていきます。7部屋作った後、画像加工のやり方も動画付きで解説していきます。それでは見ていきましょう。今回は地下室と2階建ての家でルームスケッチを使って作業します。完成イメージです。今回はナチュラルがテーマの家作りです。家の入り口玄関から作っていきます。まずは全部屋の概要です。部屋の大きさは 4×4。窓はあったりなかったりします。エントランスは後で切り取るので何でも OK です。明るさは白で明るめです。環境はどの部屋もなしです。壁と床の概要です。部屋ごとに雰囲気を似せながら壁紙や床を変えていきます。土間とホールをローリングタイルを敷いて分けます。シューズの棚を支える柱を用意し、土間側に大理石の仕切りカウンター L を2つ置きます。玄関は白基調なので、シューズも白系でまとめます。玄関ホールは家の顔なので、なるべくシンプルに。床置きよりも壁に飾る方を多めにすると結構シンプルになる気がします。本当は見せない収納を作る方が好きですが、4×4 と狭いので必要最低限にします。チェックウォールステッカーを使ってリビングにつながるドアを作ります。玄関の定番ブラケットライトを使ってなんとなくおしゃれな雰囲気にします。ドアの真上に飾らないのがおしゃれポイントです。完成したら B ボタンを押して小さくなったタイミングでスクショを撮ります。タイミングが難しい方はこの戻った状態からアングルを下に目いっぱい下げてからスクショを撮ります。完成するごとにスクショを撮っていきます。2つ目はキッチンダイニングを作ります。壁と床の概要です。先ほどとは床を変えただけです。キッチンは狭いので壁付けキッチンにします。最近ハマっているアウトドアキッチンの白色は可愛いです。キッチンはごちゃごちゃしているのが一般的なので、この部屋は物を多めに飾ります。シンプルに決める場所と生活感を出す場所を混在させるとよりリアルになりそうですね。このキッチンは現実だったら結構片付いている方かもしれません。壁掛けのボトルディスプレイでごちゃごちゃ感を増していきます。これで完成です。スクショを忘れないようにしましょう。3部屋目はリビングを作ります。壁と床の概要です。窓ありでアクセントに高原な壁を使っています。リビングは広くしたいところですが、スペースが限られているのでアクセントウォールを使って広く見せる工夫をしています。北欧ナチュラルな感じにしたいので、家具は白ベースです。家具を置くときに人が通れるスペースなんてものは考えない方が自由に家具を置けると思います。撮影用に作っていて実際にそこで住民が暮らすわけではないのでいいんです。常識にとらわれないことも熱森内では大切かもしれないですね。チェックウォールステッカーを使ってサンシェードと手すりをつけます。まだまだ暑い日差しの対策をしていきましょう。これでリビングの完成です。一つ作ったらスクショを撮る、このことをお忘れなきよう。ついに地下室まで来ました。バスルームを作っていきます。壁と床の概要です。バスルームなので水に強そうなレンガにしました。ここは浴槽、トイレ、洗面をすべて一緒にした海外風のバスルームです。猫足バスタブの足と同じ色で金具を揃えていきます。半地下みたいな横に穴が開いているタイプの地下室を想定しているので、窓を作っていきます。ちょっと前から流行っているタイプの地下室ですね。浴槽をお気持ち程度に隠すようにラックを立てていきます。すっかすかなので本当にお気持ち程度ですね。額入りポスターを使って鏡を作っていきます。真っ白なマイデザインを入れています。鏡のマイデザインを入れるほどの余裕はないですからね。トイレットペーパーがなかったのでティッシュを代わりに置きます。消臭効果のありそうな草を置きます。これでバスルームの完成です。しつこく言いますがスクショを忘れないように。
5つ目の部屋はランドリールームです。地下室なのに窓付きという地下室という概念を覆していこうと思います。壁と床の概要です。ランドリールームなので実用的な感じに仕上げます。大理石のカウンター H を部屋の奥に3つ並べます。ひどい汚れ用にスロップシンクを置いていきます。あるとめちゃくちゃ便利だそうなので採用しました。我が家にはありません。ガラス瓶に粉洗剤を入れていきます。ココナッツオイルは柔軟剤代わりです。洗濯かごも置いていきましょう。カウンターの上で作業できるようにアイロンも置きます。最近アイロンがなくてもいい商品がたくさんあるので使う機会がかなり減りましたね。贅沢にエアコンで中干しした服を乾かします。両面クロックを使ってカウンターに取っ手をつけていきます。タオルやパジャマなどをしまう収納です。なんとなく取っ手見えなくもないですね。これでランドリールームの完成です。ついに2階までたどり着きました。寝室を作っていきます。壁と床の概要です。寝室なので少し温かみを出していきます。まずベッドを1つにするようにカウンターを2つ並べます。寝室は完全にプライベートな空間なのでだらしなさを出していきます。生活感を出していきましょう。実際は寝る時くらいしか寝室に来ないので散らからないとは思います。床に小物を置くとだらしなさが出てきますね。脱ぎっぱなしの穴あきソックスだとベストです。はい、これで生活感のある寝室の完成です。ごちゃっとしていて汚いですね。いよいよ最後の部屋作りになりました。ウォークインクローゼットを作ります。壁と床の概要です。調湿効果を狙って木の呼吸をしてほしいので全面木です。服が傷まないようにという工夫ですね。奥の壁に服のシェルフを2つ並べます。クローゼットが2階にあって地下室にランドリールームがあるので家事動線としては最悪ですね。地下室で洗濯した後2階まで服を運ぶなんて面倒なのでしょうか。ただつもりのクローゼットはどこでもつながっているのでこの部屋はただの見せているだけの服ですね。つまり使ってない服です。真ん中に椅子を置いてちょっとセレブな感じを出していきます。まあ使わないんですけどね。間接照明をつけていきます。壁掛けネオン管を使っておしゃれな間接照明風にしていきます。これで全部屋完成です。次は画像加工編です。加工の手順としては各部屋の切り抜きからの合成の順です。手持ちのアプリで切り抜いた後アイビスペイントなので合成するといいと思います。私は今回 Photoshop で加工していきます。まず画像を切り抜いていきます。部屋の角から角をぴったりと切り抜いていきます。全部屋こんな感じで切り抜きます。切り抜いたのを全部集めて大きさを揃えます。このままだと大きいので少しだけサイズを小さくします。今回は横幅を500ピクセルで揃えています。あとはこれを地下室1階2階と並べるだけです。最初に真ん中を揃えた後に上下を揃えるといいと思います。空いている隙間は適当に背景を同じ色で塗りつぶしたり画像同士をもっと寄せてもいいと思います。これで全て完成です。狭い部屋を7つ作って一つの家にするアイデアはいかがだったでしょうか。作るの時間かかりそうだし見ているだけにしとくわーと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。